皆さんこんにちは、ひどちんです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんに向けてアニメやゲーム、日本の文化についてできるだけ自然な日本語でお話ししています。前回の動画では日本のアニメを見ながら日本語を勉強するメリットについてお話ししました。まだ見ていない人はぜひそちらも見てくださいね。さて皆さんはバイオハザードというゲームを知っていますか？英語ではレジデントイーブルと呼ばれています。あれ、バイオハザードじゃないのと思った人もいるかもしれません。実は日本と海外ではこのゲームの名前が違います。そこで今日のテーマはこちらです。日本と海外で名前が違うゲームです。今日はなぜ日本ではバイオハザードなのに海外ではレジデントイーブルと呼ばれているのか、そしてバイオハザードはどんなゲームなのかについてお話しします。最後にはバイオハザードに出てくる日本語もいくつか紹介します。ゲームが好きな人はぜひ最後まで見てくださいね。まずバイオハザードについて簡単に紹介します。バイオハザードは日本のゲーム会社カプコンが作ったゲームです。最初のゲームは1996年に発売されました。ジャンルはホラーゲームです。ホラーゲームというのは怖いゲームのことです。ゲームの中にはゾンビやモンスターなど怖い敵がたくさん出てきます。プレイヤーは敵と戦ったり逃げたりしながらゲームを進めていきます。そしてただ敵と戦うだけではありません。ゲームの中にはいろいろな謎があります。そのためバイオハザードは怖さ、アクション、謎解きを楽しめるゲームだと思います。では今日の一番のポイントです。なぜ日本ではバイオハザードなのに海外ではレジデントイーブルと呼ばれているのでしょうか？日本ではゲームの名前はバイオハザードです。バイオハザードは日本語にすると生物災害という意味です。ちょっと難しい言葉ですね。生物は生き物のこと、災害は大きな被害を起こす事故や出来事のことです。つまりバイオハザードは生き物によって起こる危険な災害というイメージです。ゾンビやウイルスが出てくるこのゲームにぴったりの名前ですよね。でも海外ではバイオハザードという名前をそのまま使うことができませんでした。一つは商標登録されていたことと、もう一つは当時カプコンは海外で発売するときタイトルを変えるという決まりがあったからだそうです。そのため海外では別の名前が使われました。それがレジデントイーブルです。レジデントは住んでいる人や住民という意味があります。そしてイービルは悪や邪悪という意味です。邪悪なものが存在する場所のようなイメージですね。なので日本はバイオハザード、海外はレジデントイーブルという違いがあります。同じゲームなのに名前が違うんです。面白いですよね。ここでもう一つ面白いポイントがあります。日本ではバイオハザードと呼びますが、英語圏ではレジデントイーブルと呼ぶので、海外の人に私はバイオハザードが好きですと言ってもバイオハザードって何となる可能性があります。でも私はレジデントイーブルが好きですと言えば分かってもらえると思います。なので日本語を勉強している皆さんが日本人とゲームの話をするときはバイオハザードと言ってみてください。こういう日本と海外で名前が違うものを知るのも面白いですよね。では今日の日本語のコーナーです。今日はバイオハザードに関係する日本語を5つ紹介します。1つ目は逃げるです。危険なものや怖いものから離れることです。例えばゾンビが近づいてきた時にゾンビから逃げると言います。ゲームでも日常生活でも使うことができる言葉です。2つ目は
戦うです。相手と力を使って争うことです。バイオハザードではゾンビと戦いますよね。ゾンビと戦う、モンスターと戦うのように使います。3つ目は生き残るです。危険な状況の中で死なずに生きることです。バイオハザードでは敵から逃げたり敵と戦ったりしながら生き残る必要があります。例えばゾンビから逃げて生き残るのように使います。4つ目は恐怖です。危険なものや恐ろしいものを見たり経験したりした時に感じる気持ちです。例えばゾンビに恐怖するのように使います。実は私もホラーがあまり得意ではありません。怖い映画を見るのも恐怖心が勝り正直苦手です。でもバイオハザードはプレイしてしまいます。主人公たちがかっこよすぎるのとストーリーが大好きだからです。怖いんですが、このキャラクターかっこいい、この先どうなるんだろうと思って結局ゲームを続けてしまいます。なので怖いけどやめられないという感じです。5つ目はかっこいい、見た目や行動が素敵で魅力的だと思う時に使う言葉です。例えばこのキャラクターはかっこいいです、主人公がかっこいいのように使います。かっこいいは男性だけではなく女性や物、行動などにも使うことができます。例えばこの車かっこいい、この戦い方かっこいいという使い方もできます。バイオハザードにはかっこいいキャラクターがたくさん登場しますよね。皆さんは誰が一番かっこいいキャラクターと思いますか？今日は日本と海外で名前が違うゲームというテーマでバイオハザードについてお話ししました。皆さんが好きなゲームがあったらぜひコメントで教えてください。私はこれからもアニメやゲームについて楽しく日本語を勉強できる動画を作っていきたいと思っています。今日の動画が少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。